さあ皆さん、元気ですか？チョコレート食べてますか？今日はですね、なんとティグレ、こちら紹介したいと思います。めちゃくちゃ美味しいので、ぜひ作るようになってください。では行きましょう。お願いします。はい、じゃあ材料紹介していきます。チョコチップとアーモンドパウダー、上白糖、薄力粉、卵白、これ無塩バターですね。あとクリームが、チョコレートと生クリーム、これで作っていきます。はい、これ今日の型なんですけど、このハート型、こちらを使っていこうと思ってます。で、オーブンは190度に予熱しといてください。で、生地を作ったら、ここに流すんですけど、流す前に、ここに薄くバターを、もう薄くでいいので、バターを塗っとくと綺麗に剥がれやすくなると思いますので、バターを塗って用意しておいてください。ではやっていきましょう。はい、まずバターなんですけど、ちょっとね、焦がしていきたいと思います。これ、バターですね。で、鍋温めて、バターを加えて、で、中火ぐらい。まあ、何でもいいんですけど、で、きつね色になるまで焦がしていきたいと思います。で、これもし溶かしバターじゃダメなんですけど、溶かしバターって水分が入ってるんですよ。バター水分が 14%、10% から 14% ぐらいあるんで、必ず、焦がしてください。そうすると油だけになって水分飛んでいくので、溶かしじゃダメです。この後、こうやって焦がしていきます。はい、これちょっと一旦火を止めます。で、こうやって混ぜ続けて、裏ごしする必要ないんで、また入ってた容器に戻します。熱いんで皆さん、やけどだけ気をつけてください。で、しっかり混ぜてれば、バター分が焦げたりしないので、お鍋も綺麗にできると思います。これで焦がしバターは OK です。はい、この後ですね、アーモンドパウダーと砂糖と、薄力粉ですね。これを全部一気にふるっておいてください。アーモンドパウダーと粉ですね。あとお砂糖です。そうすると、これ全体が綺麗に混ざって、この後生地を作った時にも、なんかダマができたりとかしないので、必ずふるってください。これですね、こういうダマが絶対あるので、振るのはすごく大事です。ゴムベラとかホイッパー、泡立て器でこうやって混ぜて終わりとかじゃ全然ダメなんで、必ず振るようにしてください。はい、これ1回振るったんですけど、まだね、ちょっと混ざってきってないので、3回程度混ぜるようにしておいてください。この後やっておきます。はい、この後もう全部混ぜていくだけなんですけど、これ卵白ですね。卵白に振るっておいた粉類を一度に加えます。で、泡立て器で混ぜる。はい、こんな感じのもろもろとした、ペーストっぽくなるんですけど、そしたらここにバターですね、焦がしといたやつ、これを入れます。で、混ぜすぎとか全然ないので気にせずに、これしっかり混ぜてください。はい、こんな感じですね。そしたら今日はチョコチップを入れます。これはさっと混ぜるだけで全然大丈夫です。はい、これで生地の完成です。これを絞って焼いていきます。はい、これ出来上がった生地を6等分に絞っていきたいと思います。これね、絞り袋もしなかったらスプーンとかでもいいですよ。で、口金は今日適当に大きい丸の11番つけてます。はい、できました。これを焼いていきたいと思います。さあ、焼けました。いい感じです。はい、この後クリームなんですけど、これ耐熱容器にチョコレートですね、刻む必要もないです。で、生クリーム、これ一気に全部入れちゃいます。で、ラップをして600ワットのレンジで完全に溶けるまで加熱したいと思います。やっておきます。はい、これ温めて溶かした状態ですね。これゴムベラでしっかり混ぜます。でもし塊があったらもう一回温めてもらえればしっかり混ざると思うので、結構温めてください。はい、これしっかりきれいに混ざったらバットに広げて粗熱を取っていきます。まだこれすごい熱いので絞れるぐらいちょっとだけ粗熱取って、この後絞っていきたいと思います。はい、これちょっと粗熱取れたんですけど、このね、くぼみんとこ、
見えるかな、ここにチョコを流したいんですね。で、これをここに置いても、なんていうんですか、後ろが膨らんでるんで転がっちゃうんですよ。こう表面ピシってならないの。なので、型にこれもう一回ちょっと戻してもらって、まっすぐ。そうすると、こういう風にならない。こうやってはめた状態です。この上にチョコレート流していきます。さあ、できました。これで完成です。さあ、最後までありがとうございます。ちょっとね、食べてみたいと思います。めちゃくちゃ可愛くできましたよ。しっとりしてる。しかもバターやっぱ焦がしてるんで結構風味がいいですね。チョコレートもうまい。これ生チョコやっぱ乗せた方がいいですよ、絶対。さあ、これポイントのおさらいですね。これ、材料を振るえって言った部分あるじゃないですか。必ず振るってください。振るうことによって、こう均一な焼き上がりができます。振るわないと、なんかね、変な風に膨らんだり焦げたりしちゃうので、必ず振るうようにしてください。あと、味の決め手はバターなんですよ。バターは必ず混ぜながら焦がしてください。じゃないと、乳脂肪分がですね、下に沈んで焦げちゃうんですよ。これが美味しくない原因になるので、必ず混ぜながらバターを焦がすようにしてください。これさえ守れば、めちゃくちゃ可愛いティグレできますので、絶対やってください。最後までありがとうございます。コメント、チャンネル登録、ぜひお願いいたします。また皆さんに会えるのを楽しみにしております。また会いましょう。さようなら。